こんにちは。マイホームの収納と外交をすべて DIY した設計士のさちです。7年前に DIY した可動棚が壊れてしまいましたので、今回の動画は崩壊の原因と復旧するときにどういった注意をしたのかというお話をしていきます。これから可動棚を DIY したい方、できるだけ強く強度を持たせたい方、可動棚の強度が不安な方、ぜひ最後まで参考にされてください。もうめっちゃアホな理由でした。このチャンネルではお家を建てた設計士が家づくり情報、長持ちメンテナンス、住んだ後の楽しみ方について発信中。あなたのお家がもっと素敵になるきっかけがたっぷりあります。下の赤いチャンネルボタンからポチッと登録お待ちしております。7年前に DIY した可動棚はこちらの動画で紹介してます。本編スタート。可動棚が崩壊してしまった原因の一つ目は下地の位置がずれていました。もともと新築をする前から可動棚を DIY する予定だったので、建築中に大工さんにここの位置に下地を入れておいてくださいというようにお伝えしていました。大工さんは本当にお伝えした通りに下地を入れてくださっていたんですけれども、私の方でいざ DIY をするときに、あれ前デザインしたよりこっちのデザインの方が良くないと何も考えずにデザイン変更しちゃったんですよ。そりゃこのレールを取り付ける下地の位置ずれて当然ですよね。むしろ自らずらしに行ってるぐらいのアホな行動でした。ということでしっかりレールは下地に打ち付けましょう。そしてデザインの急な変更がありそうな場合は下地はできるだけ広い範囲でつけといていただいた方がいいと思います。可動棚が崩壊してしまった2つ目の原因がビスの長さが足りないでした。可動レールはこのように壁に取り付けます。ビスで取り付けるんですけれども、必要なビスの長さは壁の厚みに加えて下地にビスの3分の2程度はしっかりとめり込むぐらいの長さが必要になります。では崩壊してしまった可動棚、どれぐらいの長さのビスを使っていたかというと、なんと下地にも届いてないぐらいのビスの長さだったんです。めっちゃアホですよね。いや、わかるんです。きっと私のことなんで考えはしたはずなんです。ビスの長さこれぐらいいるなというように。でも当日 DIY する時になって、あれうちにあるビス全然長さないな、まあいっかと思って、そのまま多分お家にある短いビスをそのまま売ったんやと思います。はい、すべてはズボラのせいです。面倒くさがりのせいです。ということでビスの長さはしっかりしたものを買ってください。ということで続きまして、崩壊してしまった可動レールの復旧作業についてお話ししていきます。復旧するにあたって大きな課題が一つありました。もともと下地の位置がずれていたので、その下地の位置に合わせて可動レールを移動させてあげればいいんですけれども、そうなると以前から使っていた可動棚の方ですね、棚の方の幅も変えないといけないという課題が出てきます。棚の方はすでにもう木を切ってしまっているので、また新しく木を買ってきてこの長さに合わせてカットというのを全て作り変えるというのはコスト的にも作業的にもやりたくありませんでした。なのでこう考えたわけです。可動レールの位置を変えずになんとか下地に効かせる方法はないのかというように、そこで編み出したのが壁の外にも下地をつけるという方法です。まず壁の中の下地の方にしっかりと効くように壁の外に下地をつけます。そして壁の外の下地に合わせてレールを取り付けてあげれば、しっかりと壁の中の下地に効くということです。具体的な施工手順をお見せします。まず壁の中の下地の位置に印をつけます。次に元々の可動レールの位置に印をつけていきます。この時可動レールを止める時のビスを打つ位置に印をつけていきます。そして外の下地を取り付けていきます。この時中の下地にビスが届くように打つのがポイントです。なのでビスの長さは外の下地の厚みプラス壁の厚みプラス
外の下地の厚みの倍以上を打ち込める長さにします。これで外の下地はしっかりと中の下地にビスが効いて強度が出ているということになります。最後に可動レールを元のデザイン通りの位置に取り付けていきます。取り付けるビスの長さは可動レールの厚みプラス外の下地の厚みの長さのビスを使っています。あとは可動棚を元の場所に取り付けていけば復旧作業の完了です。もし私みたいにズボラめんどくさがり初心者だけど DIY したいでも考え方がわからないという方、ご相談お待ちしてます。